はい、よろしくどうぞお願いします。今日はね、昨日瞑想会だったんですけども、びっくりしたことがある。というのはね、私が皆さんにいつもやって差し上げる、あの肩が動かない人を動かす面白い方法があるんですけどね、それを参加者みんな知らなかった。えっていう感じですね。私は肩の動きが悪い人にはみんなやって差し上げるんですけどね。でその時にね、大事なのは人生っていうのは面白がある。私はまた言いますけどね、あの聖書なんかに書いてあるとね、喜べという翻訳をするんですよ。お喜べ、当然そうですよ、喜べ。でも喜びはね、例えば失敗した時にね、へへへへへって喜ぶんですかね。そうじゃなくてね、失敗したらね、がっかりするんじゃなくて、面白い、これだね。だから失敗しても私はもう全然苦にならない。また嫌な人が嫌なこと言っても面白いな、こういう感じだね。それで世の中がうまくいかないでね、皆さん大変でしょう。で皆さん大勢の方が頑張ってうまくいくようにしてくれてる、嬉しいね。これもそうですよね。嬉しいねっていうのは喜ぶというかね、面白いなんですよ。積極的に面白いって言ってそれに関与しましょうね。ただ喜びっていうとね嬉しいなって言葉出ちゃいますけどね、喜びって言うと喜んでる喜んでる喜んでる、こういう感じですけど、面白いね。これ迫力があるんじゃないですかね。で喜んでますってこれ迫力がない、同じ格好してるんだけど面白いね。これ迫力があるんだと思うんですね。で私は面白いね友なんです。ですから偉い先生方が書かれた本の中で「喜べ」、私も書いてるんですよ。喜べっていうのをね、頭の中で翻訳してるんです。面白いね、面白がるって翻訳してるんですね。ですからね、何でもこう面白がるといい。で今の話ね、瞑想会にいらしてる素晴らしい方々が私のこれから申し上げるね、十五夜大月さん知らなかった。面白いね。でここで皆さんの前でやって差し上げるという体験を私が選択したんですね。でこれもそうなんだけれども同じことの説明をしますとね、神は全能の神はね全部知ってる、当たり前ですよね。私はそれをね、神というとどうも皆さんいろんなことを考えちゃうんでね、今と言ってるんです。あるいはこの間うちは天と言ってた。天は全部全てがであると、こういう感じでお話ししてたんですね。でもね、やっぱりね、天というより今と言った方が私にはなんかとてもしっくりするんでね、やっぱりこう今ということにしますね。で今の中に全てがある、何度も言ってますね。体具合悪い時にじゃあ治す方法初めからあるじゃないっていうのね、その時にこう目的をはっきりさせるというのもそうですけども、私が目的をはっきりさせましょうねとこういつも繰り返し繰り返し繰り返し言ってる。で神はその目的はっきりさせなくたって全部知ってるじゃない。神という言葉を使いましたけど、今いいですね。その必要に応じて使い分けますから、はい、今は全てである。だから全てだから私の具合悪いとこ知ってるじゃない。直したらどう？そうはいかないの。なぜかというとね、私たちは生まれてね来てね、肉体を持って成長するという体験をしたいんですよ。初めから知ってるから、もう成長しきってるからこれでおしまいじゃなくてね、成長してない状態から成長するという体験したくて肉体を持ってやってる。でうまくいかないという体験をしてやっとそのうまくいく、成長するという体験ができるんですね。ですからうまくいかないのは成長するポイントになるので、スタートラインになるのでね、それでほら、どうせいやいや
成長するんじゃなくてワク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 って言ってね、面白がって成長したったらいいよというんですね。それでお偉い先生方がおっしゃる「喜べ」というのは、私はねもう一遍翻訳してね、面白いねとこう言ってんですね。皆さんおすすめです。面白いね。で今度のこの話も実は面白い話なのね。でこういうことなんですよ。私が皆さんを治療するって治療してない、調律してるだけなんですけどね。調律してるって何かというと、今やりました、今やりました、今やりました。体の具合悪いとこあったら面白いね。自分の悪いところもそうだけど、患者さんの具合悪いとこあったら面白いねと言いますね。で私の口癖もうご存知です。全然元気な人がいたらね、私ねこういうの見て見て見て言うから、つまんない人って言うんですね。面白くもおかしくもない、つまんない。いつもこれ言ってますね。この YouTube で言うのは初めてかもしれない。でもしょっちゅう言ってますよ。つまんないって言ってんのね、悲しんでるんではない、がっかりしてるんではない、内心の喜びを感じてるんですね。うわ嬉しいねって感じてるの。今も言いましたね。嬉しいねという言葉うっかり言いましたね。うっかりでもこれが正解かもしれないね。健康な人を見るとものすごく嬉しいの。嬉しいの。僕は見ててよ見ててよ。健康な人に会うとね嬉しいの。でもね面白くない。面白くない。私の出番がないじゃない。面白くないと、こんな感じなんですね。ですから私は言葉を大事にする人間なので、その辺をとてもこう丁寧にやってるかな。気をつけてる。気をつけてる。これもお話ししましたね。私が初めてアメリカから日本へケイシーのことを伝えようとしてきたジーナ・サミナーラからね、一般意味論っていうのをもうね10日間ぐらい毎日毎日あちこちで、もうこれも言ったから言わないでいきますけど、本当にあちこちで私はお手伝いしましたね。それで私が一番最初に書いた本は一般意味論なんですね。その話は置いといて、次いきますよ。十五夜お月さん、これも面白がるためにそう言ってるんですね。面白いね。はい、治療が終わりところまで来て、で治療がって言いましたけど、調律点がずっと来て体全部良くなっているのに、肩が動かない人がよくいるの。もう一言で言うとね、この言いよどんでんのはねこれ面白い面白い。多分ねこう十五夜お月さん体験したいからじゃない。その人がなかなか治ってくれないのはね、調律できない、ごめん、調律できないのはね、この十五夜お月さんやりたいんですよ。それでお話ししますね。はい、肩が動かない人、手首が動かない人、そういった人たちをね、最初はそのつもりじゃなくて他のとこ全部直してきたんですよ。ところが最終的にね、肩がこうやって動いてくれないんですよ。そういう体験をしないからでしょうね。そういう選択をしないから。何度も言ってますよ。何度も言わなきゃいけないんで言ってるんだけど、私は全部動作を肩から動いてやります。胸椎の2番ですよね。だから今ね、このキューピーさん上持ち上げますよ。ほらこうやってこうやってやるんですよ。要するに肩から動かさないでやる人っていうのは、多分キューピーさんを持つ時にね、こうやってやるんじゃないのかな。こうやってやるんじゃないの。肩動かなくなるよっていうの。そうじゃなくて同じ動作なんだけど、ほらこうやって肩から動いていったらどうっていう、それが面白いよ、面白いよ、人生面白いよということですね。それは今度は何でも知っててもダメなんだね。何でも知ってるから知ってること全部できるか、そうじゃない。体験しないとできない。
で体を使って体験してるわけですね。十五夜お月さんもそうですよ。はい、こんなことになるんですね。こと動いてくれないんですよ。俺っていう感じなんですね。その方、肩を動かさない方なんでしょうね。そこでですね、私がこれまた面白がるということをやるんですけどね、肩を動かない人っていうのはね、実はもう一つある。もう一つある。この許しは胸椎の1番と頸椎の7番の間で許すんですよ。これ言いましたね。それでケイシーが頭と首の体操をやるっていうんですけど、これもやってお見せしたよね。頭と首の体操、ケイシーは毎朝やるって言うんだけど、私はしょっちゅうやってるかな。頭前さんか後ろさんかそこはやらないんだけど、今の言葉の通り道、お役に立ってる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 、これ頭と首の体操ですよ。で皆さん自分の直したい目的をはっきりさせると私がやりますからね、取れますよ。ちょっとした肩こりなんか取れますよ。目的右肩か左肩がこうやって簡単な方がいい。簡単な方がいい。右肩の右肩って言ってね、10秒20秒ぐらいかな。こういうことですよ。今の働きの通り道、お役に立ってる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 、丁寧にやりましたね。取れた。本当だよ。やってみて。ここでね、話が長くなっちゃってまとめるように言われてたんですけどね、まとまらないから15年お月さんいきますよ。面白がるためです。こういうのやってって言っても、今のやってって言ってもなかなかやってくれないからね、面白がってんですよ。で私どういうことをやるかというとね、今申し上げたように頭蓋骨が動いてくれないのでね、頭蓋骨キューピーさん大きな頭蓋骨しててね、とってもやりやすいよ。また面白いってね、面白いね、キューピーさん頭大きくて面白いねってこういうわけですね。足ごめんなさいね、足前に突き出して、はい。それでね、そういった方取るときにここキューピーさんおあつらいだよね、頬骨、要するに頭が硬い人の頭を柔らかくするのは何度も言ってるけど、私に頭柔らかいんです。柔らかいんです。赤ちゃんほどはいかなくてもかなり柔らかいかな。まあ見えないけどね、こういつもこうやってやってるから広げてるから柔らかいんですね。当然ここなんかねふにゃふにゃなんです。こうふにゃふにゃ。例えばここねとても大事なとこですね。ここのとこなんかでも要するに目を良くするためのポイントですからね。このとこ柔らかくしてると目が良くなりますよと、こういうことですかね。はい、行きます行きます行きます。はい、このキューピーさん、これね硬い人が多いの。私は何度も申し上げたけど柔らかいんです。こっちやったら押せるんです。こっちがねこうやって押すと広がってくる。こっちを押すとこっち広がってくる。あれ、不思議なことにね、いつもはこっちへ広がってきてこっちもねよく広がるんだけど、こっちが広がりにくいの。これ面白がるんだよ。面白いね。福田貴則いつもやってて広がらないじゃない。こんな面白いことない。これね分かってるんです。キューピーさんやると広がりますからね。はい、いきますよ。キューピーさんじゃないけどね、大月さんにはねうさぎさんがいることになってるね。でうさぎさんに声をかけるんですね。ねえうさちゃんよ、今日ね15夜お月さんだよ。これは頭の中でやればいい。皆さんね今日15夜お月さんじゃないじゃないってこういう考えちゃうんだけど、そうじゃなくてしちゃえばいいんですね。自分が15夜お月さんだよ。大月さんまん丸で光ってるね。お月さんにねお団子捧げましょうね、さあお団子を差し上げましょうねってこういうことでね。これもう一つ、すすきってなぜこうやって15夜お月さんに
あげるかご存知ですか？私は知らないの。でも一色屋さんなんで知ってる。ほらススキの花っていうか穂っていうのはこうやっていくでしょ。ほら広げる、広がる、広がりを象徴してるんでしょうね。これは福田節です。でもあれので広がりのために広がりを感じるためにすすきをねあれするんでねうさちゃん言わなきゃいけないね。うさちゃんね今日十五夜お月さんほら綺麗に光ってますねって言って、じゃあねお団子を捧げましょうね、差し上げましょうね、いろんな言い方できるけど、これお団子これをね今私やってみせたけどこう広げるんですよ。私はおにぎりを作る時に固めないんです。こうやって広げたらどうっていう肩を見てこうやって広げたらどう、こうやって広げたらおいしいおにぎりできるよ。ほんとこれ本当だね。皆さん固めるからせっかく十五夜お月さんでまん丸に広がってるのにすすきも広がってんのにお団子も固めることはない。でこれね患者さんだと思ってねこうやってね広げるの肩を見てほら広げるのこっち広げて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 両方に広げて上に広げて下に広げて上って言うとね治るんですよ。これが不思議なことにね肩がふにゃふにゃになるの。もう一遍やるよ。肩が硬い人意識して目的をはっきりさせるっていうんだけどねこれもね肩と言えばいいだけ。両肩だったら両肩と言えばいい、右肩だったら右肩、左肩だと左肩と言えばいい。もう言ったら意識命は今は全部了解した、目的をはっきりさせた。はい、いきますよ。ほら十五夜お月さん、うたちゃんねしつこいでしょ。でもしつこくやらないと皆さん覚えないから。はい、今日十五夜お月さんだよ。まん丸お月さんね、お団子大きなお団子差し上げましょうね。ほらお団子まん丸肩を見てまん丸手なんか肘なんか使わないんですよ。肩でいくのまん丸お月さんまん丸お団子ごめんねほらできたまん丸お団子光ってるでしょ。で皆さんの肩柔らかくなるんですよ。はい。